はい、こんにちは。山下夏美です。9月9日月曜日、オクトーバーフェスト遠征、ニューポートビーチ編ですね。デイ2の夕方。夕方はですね、大会会場、バルボアピアで練習していきました。ちょっとね、サイドの風がきつくて、基本的にこのフロント側、レフト側ですね。メインで練習していった感じで、たまに来るバックサイドは残さずっていう感じの条件でした。かなりこの大会直前っていうのがね、ずっと風がサイドオンでね、ずっと面が整ってなくて、こんな感じの練習が多く続いてた感じなんですけども、この日はかなりサイズありましたね。まだこのね、着いてすぐの時間はですね、あんまりセット数が多くなくてね、ちょっと微妙かなって思ってたんですけど、待ってたらこういうセットがちょっとずつ来始めたんでね、そういうでかい波が来た時のセットはラップ側を狙っていった感じです。着いてすぐの時はね、人もいなくて僕しかいなかったので、結構その辺は好き勝手打てて、一人でいろいろ調整するいい練習ができた感じですね。波もですね、かなり整ってないけどどんどんサイズも上がってたんでね、かなりいい練習ができております。で、風波でね、結構レフトはね、このバルボはかなり良くなることが多くて、グーフィーライダーにとってはかなりいい条件でバックサイドの流しが狙えるビーチだと思うんですよね。こういう風波になった時特に。右側のピアからこの波が抜けてくる感じで。さあ、この辺の時間だんだんみんな夕方、日没までにかけてね、ライダーたちが集まり始めた時間ですね。こんだけね、流せれば、みんな入るということで、だんだんここから人が増えてきております。この辺ですね、一番セットが来始めたの。かなりでかいです、この感じで。相当待ちは長かったんですよね。ただ待ってればかなりいい感じで来ててですね、こういう感じで。ちょっと一瞬レール抜けちゃったのもったいないけど。これがベストライドかな。いいですね、完璧に走ってきて。こういう波が待ってたら来るけど、レフト狙いつつ待つって感じですね。人が増えるとね、グーフィーライダーの人がほとんど取っちゃうんで、このレフトは。この一人なうちに取って、で、セットのバックサイドは逃さずって感じでやってます。でね、モンキークロールでちょっとアウト狙ったりとかして、だいぶ感覚も前日、初日よりはね、つかめてきて、このデイ2の夕方あたりからかな、ある程度、ちょっとずつね、ペースを上げて、練習していってる感じですね。流し波やる上でね、こういう走るラインっていうのはね、すごい重要なんでね、結構走るラインをね、試しながらやった感じですね。開き方はやっぱり全然違うんでね、普段僕が入ってるその辺のちょっと差をなくすイメージでもやってますね。これいいですね。ずっとできたらった完全がっぽり系。このグーフィーライダーが積極的にこの流し波を狙ってる中、たまに来るこのセット、バックサイド、ピア横から来るセットをね、バックサイド狙うっていうのはなかなかちょっと環境的に難しかったんですけど、打たないとね、どんどん走らせてもらえなくなってくるんで、積極的に走るようにしてます。逆にこっち側のね、このフロントの方はですね、だんだん人増えてきたんでね、被らないように走ってた感じですね。グーフィーライダーとかはね、かなりみんなでやってましたね。この流し波。こ
この時間はですね、2024年の UST ランカーの2位ですね。2位でフィニッシュしたデン・キャメロンとか、同じビッグのライダーのチャンス・ボイヤーが、主な男子のプロで練習しましたね、この時間は。ここから時間がね、遅くなるにつれちょっと、今乗ったブラジルのジョアオ・ルーカス、同世代ですね。であったりとかも、だんだん集まり始めて、この日のプロの人数はかなり多くなった日でしたね、最終的には。他のライダー狙ってるタイミングとかですね、こういう風に見つつ、自分だったらどのタイミングで出るのがベストかなとか、そういうのも考えながら練習していってます。大会までね、まだ時間があるんで、この辺ゆっくり考えながら、どのラインで走ればいいのかとか、どの位置で板を置くのかとか、どのラインに向けて滑走させていくのかっていうのを含めながらね、考えてやっていってます。もうこの辺りはですね、バックサイド来なくなったんで、完全フロントオンリーで、ほぼフロントしか行ってないですけど、これが一番最後に来た、一番形いいやつかな。これじゃないか。すいません。この次かな。バックサイド、何本か来たやつをね、狙っていくんですけど、もうこの辺りはもうフロントしかほとんど打ってないですね。これだいぶインサイドで当てました。やや掘れたやつ。流しっていうよりはただのリッピングですね。あとはこういう風にちっちゃいうねりに合わせる感じかな。フェイスがあんまりないところでも走らせる練習をしておくとですね、ふとした波とかで結構いい感じに引っかかったりするので、いい練習になります。これが先ほど言った多分ラストのバックサイドですね。一番形にいいです。めったにセットが入ってこなかったから、最後の方はちょっとバックサイド打たずにほぼフロントやってましたけど、この大会のまでの練習はですね、結構グーフィーライダーノリノリな地形だなっていう感じをちょっとすごい思ってたので、その中でちょっとどうやって勝つかっていうのも考えながらやってましたね。圧倒的にね、このフリー3本ベストライド3本の環境だと、もう見てる通り圧倒的にグーフィースタンスの人がバックサイドにライナーするっていうのが一番目に見えて有利だったっていう条件がね、この時はあったので、ちょっとそれも考えながらフロントは打ってました。そういうのも考えながらね、上手い人たちですね。同じ世代の。ローカルの人とかのライディングミス、かなりいい練習ができたんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。まだまだね、ニューポート編続くんで、ぜひご視聴よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。